じゃあもう乾杯でいきましょう。乾杯。水で乾杯。水乾杯。水で乾杯。ランチだからね。今練習やっても理解とかだいぶこう深まってるやろ。ああ、そう。細かいこと言うたって理解できるやん。だから早いんだ。習得まで。2といえばカーになってきてるから。やっと。今言っても目が手になってるような人やったら意味ないじゃん。あ、そうですね。そういうことですよ言うても、そうですかから始まる時間がかかってきたわ。だから共通認識の中でこれはこうやろうって、ああそうですねっていける人やったら早い。でも大体そんな感じになりつつあるからね。その共通に認識できることができたとしても、ものによったらいや難しいわなんていう時も出てくるからね。分かっても体がついてこないことが結構。そんなことがあるんやけど。こんなんもう入ってすぐの人にしたらね、もう天文学的なとこで数値が違うとこでやってるみたいな感じになるよ。まあ目論見でいったら、もう今年から来年の間に第一段階が終了になって、今並行して第二段階もやってるよ。第二段階も来年の中旬ぐらいには始めようかと。それから2025年年始ぐらいには頑張ったら第2段階突破できるかもしれないな。2002万博の前ぐらいでね。大したもんじゃもう勢いがついたらトントン拍子でな行ってもらわんと。これが分かったら決めたもんよ。それが分からんら何も始まらんから、そんな世界ですね。そうですね。分かってこそ。英春拳の練習生の中にさ、大体多いんですよ。ロボットも好きな人がいる。あ、そうなんだ。僕も好きです。もともと好きな人が多い。だからこう機械的に動くいうのがね、なんかピッピッとくるんやろな。もう単純に動くの無理。マジンガー Z みたいな。ガンダムみたいな。ガンダムオタクが多い。僕はもうガンダムが出た頃は僕はもう大学生ぐらいになってたんでね、オタクじゃなかったからさすがにもう見ない。で子供の時見たわマジンガーとか、ゲッターロボも見たし、それは見てるけど、じゃあオタクじゃないけど、まあ一応みんな見とったのかな、この当時の小学生は。で歌は水木一郎好きやし、で漫画家は水木しげるが好きや。水木つながりで2人何のつながりもないねんけどな。僕はもうゴリゴリのオタクですよ。ガンダムは。いや、もうガンダムもカメライダーもなんか特撮の方もオタクなの。2つの何でかし、ゲームもやるし、アニメも見るし。スーパーファミコンの時マジンガー Z のゲームあったよな。あったやったんだよ。なんかロケットパンチがまどろっこしになかなか戻ってけえへんから
別人28号とかゲーム。は別人も白黒の時にやってたやつとカラーになってからリバイバルしたやつもあるやろ。い。あ、そうだね。読売テレビやったかな、そっちの方でリバイバルでカラー放送でやってた。いろいろパターンありましたね。翔太郎少年、悪の翔太郎、若松一松さん、ね、意外に趣味の話あんまりせえへんかったから知らなかった。ごめんなさい。いやでも僕といくつ違うね、何年生まれだった？僕82年ですね。今年41です。ほんなら20年も違うのか。19か20ぐらい。なあ。84、みんなウルトラマン80知らんやろ。なあ、生まれてないもんな。ウルトラマンは再放送でしか見たことないです。初代ウルトラマンと、ウルトラセブンと、あんな全部再放送やな。そうです。ウルトラマンエースで、小学校の時になんか文化祭みたいな感じでなんか笛吹いたそう学校行事でウルトラマンエースの。学校行事ですまあそのぐらい当時、その当時に小学生だったという。僕子供の頃って多分仮面ライダーブラックの頃ですからね。仮面ライダーブラック、アレックスはあれ一応昭和ライダーですね。あ、そうです。残念。昭和ライダーってあんたアマゾンストロンガーとかあれやで、あれとは違うやろと思うんやけど、放送は平成なんですけどね。なんで昭和ライダーやねん。じゃあ区切りがちょっとタイミングが悪すぎてね。でちょっと何年かあってまたあるやろ、スカイライダーとスーパーバンドやってるんで、そこまで昭和ライダーかわかんないけど、だって他のライダー出てけへんしな、ブラック。ウルトラマンもそうやけど、後半になったらもういろんなもん出てきまくるからな。ウルトラマンもそうやけど、仮面ライダーも映画で出てきてウルトラマンと仮面ライダーが一緒に戦う。そう、そうなんもうマジンガとデビルも一緒に戦うのもあったらしい。あり映画でましたよ。なんか僕見たことありますよ、ちっちゃい頃。そうなんかビデオ屋で借りてみたんちゃうかな。そう。デビルマン対マジンガー Z で。デビューマンマジンガぐらい大きかったんやけど、すごい。なんだこっちは分からん感じにならんようにね。で要求が細かくなるからやたらそこをねついてきてくれない。微調整が。そう今までそんなん考えたら大雑把やったやろ。大雑把じゃないよ。低主義では細かいね。だけど第2段階合格したらもう支部を持てるっていう、まあ、一応のことはもう永春家の一通りのことは最低限習ったいうことになるから、だから支部長になれるよ。全然何にも知らん人やったら教えたんで大丈夫よみたいな。最低限ね、戦えるまでだから英春拳、うちの英春拳で第2段階合格すれば世界中どこ行っても恥ずかしいことはないと。知りません、やったことないとかいうことは
なくなるわ。特に今日のなんかションマー炭酸とかこれ知らんかったら目が点になるやつ多いよ。これお前知らんのかこれみたいな、そんな感じ。本当に永住権やってんのかみたいな、確かに静音小さくラップだはするけど、そう体が何分かってないのちゃうみたいな。力量測られるから、まずそれやらされるの。レベルが分かってるんだ。うちで言うたらこのレベルやなみたいな。ここでレベルが分かれば、一つの物差し、そのどのグループに属すべきかみたいなね。そんなんそれ見れば分かっちゃう。まあそういう練習やから。それまあ今まで喋ってなかったのは悪いんだけど、でもまあそんなんやし。でも分からんやつに言うたってこれ意味ないから。今の耳に面倒くや。絶対無理ですね。理解もできないし、積み上がったもんがあるやつしか言うと意味ない。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。